ちがうなぎの腹いなんで、腹開きの場合はこう開くんですけど、うちは背開きでやるんで、こっち側から今多い時80キロぐらいで、うちに来てるのが3ピーク1キロで3本入ってるっていうサイズになるんで、少し多めに入ってるんで、250本とかそのぐらいですね。しばらくさらすとこうやってヌルヌルが取れて、皮がありするんですけど、この状態になってこの切り離しまして、首のところというか、うなぎの体と頭のちょうどつなぎ目の身のところなんで、オーブンで焼いて、でそれを冷ました後、ここの真ん中に骨があるんで、この骨だけを抜いてやるんです。南蛮にするときはそれを1回揚げて、南蛮の野菜と一緒に漬け込むんですよ。で、串にするときはその骨を取ったやつをこういう感じで串に刺していくって感じになります。食感としてはコリコリなんですか？いや、ちょっとよく動く頭の部分なんで、ゼラチン質というか、ちょっとぬるっとしたような食感があって、他の身よりも味がちょっとあるというか、味が濃いような状態です。料理長とかが一緒に打ち合わせ参加できないかもしれないですけど、うなぎの爪って言われるやつなんですけど、普通の指で押さえててもうなぎってヌルヌルしてるんで、押さえきりづらいんですよ。なんでこういうのでギュッと押さえるのと、あとこの串が当たっても刺さないように、こうやってグッと刺してる時に自分の指に刺しちゃったりするんで、それから守るためのものでもあります。最初に余分な血とか汚れを拭ってあげます。一番上が長いので、ちょっと扇形になるような感じで刺した方が持った時に崩れづらいんですよ。なので広げた後長さ順に確かめながら、ここがもう一番最初の一番薄いとこなんで、皮と身の間に行くように、ここから間隔をうなぎの仕込みやってもらってる人は、朝出てきて昼過ぎまでここまで仕込みするだけっていう感じになりますね。それでもまだ終了じゃないからですね。そこまでで下処理が終わりって感じになるんで。こちら今から始めるのが地焼きっていう工程なんですけれども、生のうなぎから一旦カリ焼きというか焼いたものをこう冷蔵して、少し身を休ませて、あとこちらこなしっていう技術なんですけれども、叩いて揉んであげる、
これをすることによってこの皮目に縦線もうちょっとしたら分かるんですけど、これをしていくと皮目に縦にこう傷が入っていくんですよね。でそこからこううなぎって身と皮の間に少しこうゼリー状のちょっとグミみたいな、ちょっとこう食べるとこう口に残るような、そういう感触の部分があるんですよね、この隙間に。そこをその縦に傷を入れたところから油としてこうやっぱり油の層なんで溶け出てくるんで、その傷から油を逃がしてあげて余分な油をそしたらもう皮はパリッと中はふわふわとそこだけになるんで、間のそのグミみたいなちょっと口に残る口に当たる食感をなくしていってあげるっていう工程になります。ここがもううなぎの味を決める一番大事なところになります。タレの味とかよりもここでうなぎの質が変わるっていう一番大事な工程になっています。でこの地焼きのやりやすさとかもその先のうまい人じゃないとちょっとこうやりづらかったりで、串打ちの人もうまくないと最後のクオリティに関わってくるっていう、そのスタートからこう一連してこう良くないといいものができないっていう、みんなで協力して最後しっかりとした完成形ができるっていうところがやっぱり魅力的だなと思います。ではそのちょっと縦傷が皮面にちょっとこう縦に傷が入ってるでしょう、はい、ここからもうちょっとしたらこうどんどん油が落ちていって、それでこの余分ないらない部分の油がこう溶け出て逃げていってくるような。このこなしっていう技術とかを教えてくれたのは僕2代目になるんですけれども、初代の料理長の近藤さんっていう方がいらっしゃって、その方が長野県の岡谷市っていうところで結構うなぎが信州うなぎっていうのがすごい有名な場所なんですけど、そこで修行された方で、その方から僕教わって今料理長をさせていただいてるんです。ここまで来れたのはやっぱ先代のそういう若い人を育てていこうっていう姿勢がすごいあったから、すごい感謝してます。まだ23歳でいらっしゃる。はい、ちょっとまだまだ若輩の身なんですけど、先代今までの方のおかげで今の自分があると思うとすごく感慨深いですね。ちょっと思っちゃうかもわかんないです。ここブクブクしてるでしょ。この身と皮の隙間ですね。そこブクブクしてるところが油がすごい逃げてってて、でその欲しい油じゃないんですね、今逃げてってくれてるの。この皮目はパリッとしてきて、この隙間たちからいらない油が抜けてって皮はパリッとで身はしっかりふわで、その間のグミみたいな食感はもうないんで、邪魔なところをちゃんとのけるっていう作業でもあるので、ここが命です。福岡のうなぎ屋さんは結構せいろ蒸しっていうのが結構名物なんですけど、卵焼きとこう蒸したうなぎ、張り焼きした後のうなぎを蒸してお皿のものとかを使ってるんですけど、僕的にはやっぱり焼きを食べてもらったらやっぱり一番そのなんだろう、焼いた後の蒸すと柔らかくなっちゃうんで、その職人さん自身というか焼き手自身の味とかこう食感とか腕前を感じるのは焼きなのかな、
とか食べてもらったら腕の見せ所なのかなと思って結構嬉しいですね。今まで食べてます。調理器具にいっぱい入れてるので、これが全部。大丈夫か。さばいて、箸とかタイは、午前のお作りと単品にあります。これはコロッケにですね、3回まで3回、はい、より絡むようにとご飯にしっかり染み込むようにですね。一番人気はかば焼きにはなりますね。ナスで、せいろも同じように人気ありますし、今
ぎ尽くし御膳っていうかば焼き白焼きが両方楽しめる御膳が一番御膳の中では人気です。なるまで鍋用ね、七川鍋っていうのとすっぽん鍋っていうのがあるので、その2種類でかば焼きと白焼きと使ってます。お願いします。15分から20分ぐらいはやっぱ焼く方はですね、時間をいただいた形にはなりますね。
白焼きのお醤油、こちらがお刺身のお醤油でございます。お願いします。襟焼きです。うなぎの頭の部分から、口、これじゃ肝ですね。これは栗から串といううなぎの身を串に刺してます。56択様上がります。ちょうだい。お願いします。ありがとうございます。かば焼き御膳と白焼き御膳とうなぎつくし御膳をご注文いただいたらこちらのお室がついています。こちらからおかわり無料です。でお茶漬けもしていただければ。不自由なさんで使ってるうなぎはどこ産のうなぎ？はい、鹿児島県産のうなぎを使用しております。柳川なめの出汁をお持ちいたしました。では鍋を作りいたします。うなぎの肝でございます。こちらがセリでございます。じゃあ卵を閉じさせていただきます。
添えて完成でございます。サンダルで作りいたします。こちら豆腐です。こちらが焼きネギでございます。こちらうなぎの肝です。こちら栗でございます。こちら焼き餅でございますね。生姜を乗せて完成でございます。